こんにちは。今日は日本人のインタビューです。ネイティブスピードの日本人女性の話です。スラングも使われます。少し難しいかもしれません。まずは人に言われて辛かった話。いつも結構本当にこれ定期的に思い出すやつがあって、私が結構本当に不器用だし、適当だし、マイペースだしみたいなとこがあるんですけど、それこそアイドル時代のメンバーの子に、5人メンバーがいて、でその1人が誰々ちゃんは早くて雑で、誰々ちゃんはちょっとゆっくりだけど丁寧で、誰々ちゃんは割と早いし割と丁寧にできるで、さくは雑でとろいよねって言われたの、笑顔で何の悪気もないの、その子そういう性質だよねみたいな、そういう性格だよねみたいな。でもめっちゃ気にしてるから、それを私だって丁寧に早く効率的に生活したいのに、すごい真正面で笑顔で言うじゃんと思って、それはずっと割と根に持ってでも事実だから否定しようがない、それを胸に刻んで生きてる、本当に。自分でもね、思ってることってね、もう言われなくても大丈夫、ね、そうリマインドされてわざわざ知ってるわってなるほどね。そうそっか、時々思い出すと思い出しますね、結構。次は日本でウォーターサーバーを売っている人の話です。ウォーターサーバー欲しかったんですよ、ずっと。そうなんだ。でボート歩いてたら普通にティッシュ配られて、こうやってで、別にティッシュがめっちゃ欲しかったわけじゃないんですけど、すぐそこに手が来たし、ティッシュあってね、悪いことはないじゃないですか、だから「それとありがとうございます」みたいなの取ったら「ちょっと待ってください」みたいな言われて、でよく見たらティッシュに赤いシール貼ってて、嫌な予感するなと思って「ちょっと待ってください」って言われて「ちょっとこのアンケートだけ答えてくれますか」みたいな。見たらみんながシールを貼った形跡のあるボードがあって、その3択で、今飲み水は浄水器ですか、ウォーターサーバーですか、ペットボトル買ってますかみたいな3択があって、これに貼るのだけしてくださいみたいな言われて、もらった手前断りづらいじゃないですか。別にいるもんでもないけど、もらったら返さないといけないっていうあれじゃないですか、偏方性の法則みたいな、人間の心理的に断りづらい状況を作って、まずここでやられたみたいななって、で一応貼るじゃないですか。そしたらじゃあみたいな、それはみたいな、話続いていって、すごい「はいお疲れでした」とはちょっとできないから、もう話そのまま続いちゃって、いつの間にか対面で座って、私もこうやって説明を聞いてて、座ってこう立ち話だったの、いつの間にか。その日日差し強かったのに日傘まで用意されてそう途中で断りづらいっていうのもあって、でもその営業マンの子話もうまかったんで、魅力的なキャンペーンではあったんですけど、結局契約期間外に解約してしまうと、その回収代で5万円かかるとか、そうですね、水代自体がちょっと高級な水だから、その水じゃないと買えないんで、まだ自分で水のコースというか価格帯選べるんだったらいいかなと思ったんですけど、水にも何種類かミネラルウォーター、なんとかウォーター、プレミアムウォーターみたいな階級があって、知ってますか？分かんない。で味が全然違うとからしいんですけど、でも水の味って美味しい水って分かるとは思うけど、じゃあうちは美味しい水提供してますどうぞって言われても何を信じたらいいか分かんないじゃないですか。契約して飲んでみないと水の味も分かんない状態で、信じるの難しいなとか思ってたんですけど、単純にそのプレミアムウォーターっていうのが12リットル ×2 本で4800円とかで、普通に浄水器だったら、浄水器代というかでずっとしばらくはね水飲めるとか、ペットボトルだったらね1リットルいくらでみたいな考えた時に、コスパ的に今の経済的に私難しいなと思ってしっかりお断りはしたんですけど、ちょっとずつのやり口がね気になるとこはあって、話してるうちに私がちょっと食いついて言ったんですね。ウォーターサーバー気になってたから「あいいですねそれ」とか言ってたら、もうその営業のお兄さんも「あ
やったみたいな多分手応えを感じたみたいで、なんかお姉さんは白がいいですよね、白でいいですよねもうこれみたいな、なんかこれ色後で変えちゃうとそれも色変更代金かかっちゃうんでもう白で大丈夫ですよねみたいな、もう契約前提の感じで話し始めてきて、そこでまたちょっと不信感出ちゃうから、買うとしたらそうですね白ですねみたいな感じでちょっと牽制してみたいなやり取りがあって、まあそんな感じでこうなんだろうな、人とやり取りするのって大変だなとか営業って大変だなって思いますよね、自分が営業のバイトってできないくないですか、無理。なんかやってる人すごいなと思うし、そうね、なんか私は嫌だなと思ってちょっとなんかこう心閉ざしてしまうけど、でもそのやり方でやった方がより制約数はあるんだろうなとか、なんかそう契約につなげやすいこのまあ型があってそれをちゃんとやってるんだろうなとか思うんで、まあ、このお兄さん自体はすごいなって、なんか頑張ってるなと思うんですけどなるほどね、ちょっといい話教えてください。幼少期にまだ全然愛媛住んでる頃に家族でディズニーランド行った時に東京の駅でもう何駅とかも全然忘れたんですけど、電車のホームでまだ私が小学2年生とかだったと思うんですけど、足踏み外して電車とホームの間の溝に足が入っちゃって、でもこのまま気づかれてないし車掌さんとかに気づかれてないし、このまま発車してやばいってなってもう焦ってて、家族とかもでこうやって引き上げようとみんなしてる中で、なんか知らない人たちも一緒に手伝ってこうファッて上げてくれたんで、なんかその優しい周りの方々に助けられて今ここにいるっていうのは。音楽について教えてください。音楽活動はもともと愛媛県のご当地アイドルの姫キュンフルーツ館っていうのをやってて、それが2010年から2017年までやってたんですけど、卒業して事務所も退所してフリーになって、でそこからまだ音楽活動を続けたいってなって、当時メンバー5人のうち、みんなに声かけて、その中の2人が一緒にやろうって言ってくれたんで、3人で2017年から、2021年ぐらいまでトライシングナルっていう3人組のユニット、まあ、音楽グループをしてたんですね。でその頃にちょうどコロナがあったりして、トライシングナル組むと同時に上京したんですけど、そこから、まあ、こうバンド活動しながらやってたところでコロナになって、でまた1回帰って1年ぐらい愛媛で活動してたんですけど、そこから1人ちょっとまあ、今まで芸能界しかやったことなくて、こういう活動しかしてない中で他にも自分がやりたいこととかをもっと、まあ、見つけたいってことでこう脱退するってなって、で卒業するってなって2人になったんで、ここからじゃあまた新しいユニットとしてやろうって始めたのが2022年で、そこでまた上京するっていう新しいユニットと始動と同時にまた上京して2022年から合ってるか、2022年からスタートですね。なるほどね。でもずっとリーダー的なこと。そうですね、不可抗力というか年齢が一番上だったんで、そのアイドルの時はもう本当にやむを得ずリーダーをしてましたね。あ、そうなんだ。向いてる？向いてないと思うんですけどでもなんかいろんなリーダーがいると思うので、私の場合はちゃんとリーダーっていう役目をこの人できないなって思われるから周りがしっかりするっていうタイプ。そう逆にね。そうです。けどパフォーマンス面は結構リーダーシップ取れるんで、なんかもっとこういうパフォーマンスにしようとか、ここもっと練習しようとかっていうのはできるんですけど、その他は、まあ助け合いながら。あなたは誰ですか？あなたは誰？自分でどう思う？今の私は、本当に、まあ、今というか、まあ、前からそうだけど本当にもう自由に生きてるなって思って、それから本当に自由な日暮らしクリエイターアーティストライバーって感じだってどれもそうじゃないですか。アーティストもクリエイターもライバーもみんななんか自由な
感じで、その日暮らしの人多いじゃないですか、うんもいうや本当にそういう感じですね、いや僕も全く一緒だからね全く一緒だからでもそれでさこうエナジーがいろんな方向行くじゃん、うんうん、どうまとめてる？いやそれが大変ですよね。なんか、やりたいこととか成し遂げたいことは明確にあるんですけど、そこに行くまでの道のりをなんかどういう風にするのがいいかとか、あとなんか他にもこういうのもしてみたいなとか、なんかこれ試してみたいなとかいう気が散るんですよね、すぐにだからなんか本当にそこが一番の課題で、一個何かを完了させてから次のものに着手しろって自分の中で命令してるんですけど、それが難しくて、もう興味がある方に飛びついて飛びついて飛びついてだから、もう本当に今日も昨日もそんな感じで一個もなんか進まないみたいな、なんか全部いろんなもん手つけて、なんか楽しそうよし楽しみっていう気持ちだけ作って、何も進んでないみたいなのがある日が多くて。昨日はどんな感じの？昨日はなんか今いいっていう音楽に行って2人組で音楽してるんですけど、ソロでもずっとしたいなって思ってて、なんか自分がソロするならどういうコンセプトでどういう音楽を作ってっていうのをなんか、ちょっと考えたいなって前から思ってて、でも別に昨日じゃなくてよかったんですよ。昨日じゃなくてよかったけど、なんか書き出してみたりとかしてくるとなんかイメージが膨らんできたりとか、なんか楽しくなっちゃって、こういうのいいかなこういうのいいかなみたいなのをしてて、違うこれじゃない今これじゃなくてみたいな、愛媛のライブのセトリ考えないといけないみたいなってなって、でもそれもあるけどグッズの発送もしないといけないみたいになって、緊急度で言うとグッズの発送をしないといけないからグッズの発注をしないといけないって思って、発注するためにこう写真をこう自分でレタッチとかそういうのもしてるんで、もう写真をセレクトしてレタッチしてみたいなのをしてたけど、なんかデータが足りないってなって、なんかカフェで作業してて家にデータがあるからデータ足りないなってなって、これ完了できないなって思って家帰ってやろうと思ったけど、家帰ったらもう時間で配信を仕事で今してるから配信しないといけないってなってって感じですかね、昨日は。いやでも分かる、他にもいろいろあったけど、他にもいろいろ気が散ることをちょっと経由しながら、さっき話した、大まかなこれって何もできない人ですよこれは。最近後悔した話は何ですか？鍵をなくしたんですけど、そのなくしたタイミング、気づいたタイミングがもう 2days で現場の仕事を朝から晩までして、もうヘトヘトに心も体も疲れた2日目の夜、もう帰ってすぐ寝たいってぐらい、もう歩いてられませんってぐらい本当に疲れた日に鍵がないって気づいて、でもう疲れすぎて思考も停止というか、なんかわずかな労力を使って自分のスマホで鍵紛失みたいなの調べたら、サイトでなんか24時間対応みたいな、駆けつけますみたいな、もうその時がもう24時近かったんで、もうここにしようと思って、でなんか料金もこれぐらいっていう予算が出てて、これぐらいなら大丈夫かなって感じで読んだんですね。で結局そのお兄さんすぐ駆けつけてくれたんですけど、なんかこのドアが特殊なドアで特殊な鍵だから一回くり抜いてなんか付け直してみたいな、複雑な工程が必要で、なんか見積もり出された時に10万だったんですよ。あれみたいな、最初私サイトで見た時なんか5000以内ぐらいじゃなかったっけ。それならね。そうで10万って言われて、でももうここまでなんか来て引き返せない気持ちと、あと思考力のなさ判断力のなさも相まって、も今すぐ家に早く入りたいっていうのもあって、でもお願いしますって言って頼んじゃったんですね。で30分ぐらいお兄さんがやって、もう家に入れて、10万円渡して、しょうがない、もうすごい疲れてたしな、もうこれはこの今すぐ入りたいと思うためのお金として必要だったんだと思って自分を納得させてたんですけど、でもよくよく考えると普通に管理会社に連絡したらタダで開けてくれてたんですよね。まず管理会社に普通は連絡するところを
管理会社にも連絡しない。で疲れてたとはいえ、お姉ちゃん家とか友達の家とか、近くにあるから別に一旦そこで泊めてもらうとか避難したらよかったのに、なんか全部一人で解決しようとしたってところ、どっちもこの2つどっちもあって、なんでお姉ちゃんのとこ連絡しなかったのとか、なんでうち来ればよかったじゃんとか、めっちゃ言われて、あ、そうだよね、でもそんな簡単なことさえも考えられないぐらい疲れてたってのあって、なんかその10万円を引きずりすぎて本当に1週間ぐらい落ち込んでた。でなんならその次の日の宇多田ヒカルのコンサートに行くのにもなんか鍵の手続きをしないといけなくて、1時間ぐらい遅れていって最後の30分ぐらいしか見れなかったとかもあって、それは本当はもうちょっと前もって準備してたらいけたけど、もうメンタルが落ちてたから準備もできなくてギリギリの行動になって、ライブも遅れたんですけど、全部つながってるんですよ、自分の中では。でもその夏の暑い日だったんで、鍵をねこう作業してくれてたお兄さんに、こう汗だくで作業してるお兄さんがなんかこう暑い中申し訳ないなと思って、私帰り際にお兄さんにアイス買って渡したんですよ。でもなんかなんだろうな、こんなお兄さんはもちろん仕事でやってるし関係ないし、別にその何も悪いことしてないんですよ。ただなんか10万円払ってアイスでなんかねぎらって、私何か間違えてるかなみたいななんか方向性なんか違うんじゃないみたいなことは後で気づきました。以上、日本人女性のインタビューでした。桜子さんは EU という音楽ユニットで活動しています。ぜひチェックしてみてください。それではまた。